愛、岡本かの子。その人にまた会うまではとても重苦しくて、気骨の折れる人、もうめったには会うまいと思います。そう思えばサバサバして別のこともなく普通の月日に戻り、毎日3時のお茶受けも待ち遠しいくらい待ちかねていただきます。人間の寿命にふさわしい嫁入り、子育て、老い先の段取りなぞ地道に考えても、それを別に年寄りじみた老け込みようとは自分でも覚えません。縫い針のめどに糸はたやすく通ります。畳触りが素足の裏にさらさらと気持ちよく触れます。木菊などを買ってきてかきに行けます。その人にまた会うときには、なんだか予感というようなものがございます。ふと、ただこれだけの月日、ただこれだけの自分では、というような不満が覚えられて、バカバカしい気持ちになりかけます。けれども思えば、その気持ちもまたバカらしく、こうして互い違いに胸に浮かぶことを打ち消す様は、ちょうど闇の夜空のネオンでしょうか。見るうちに赤の小粒と出たり、見るうちに塵炭と出たり、せわしないことです。するうち、きっとその人に会う機会が出てくるのでございます。出がけの時は、やれやれ、また重苦しく、気骨の折れることとうんざりいたします。会ってみる目には、思いのほかあっさりして、白いものの感じの人でございます。ただそれに、ぬれぬれした淡い青みの感じが、梨の花片のように色をさしてるのが、私にはきっと邪魔になるのでございましょう。その人は体格の良い体をしゃんと立てて、椅子に腰をかけ、右膝を折り曲げています。いつもなんだかわからない楽器をその上に乗せて奏でています。普通にはほとんど聞こえません。私は母から届けるよう頼まれた仕立て物を差し出します。その人は黙礼して受け取って、そばの机の上に置きます。そして手で指図して、私をちょうどその人の真向こうの椅子にかけさせて、また楽器を奏で続けます。その人は何も言いません。細めにした間から、穏やかな瞳を静かに私の胸のあたりに投げて楽器を奏でます。私の不思議な苦しみはこれから起こります。その人の中には確かに自分も溶け込まではならぬ川が流れている。それをだんだん迫って感じ出すのです。けれどもその人は模造の皮でこしらえて、その表面にエナメルを塗り、指で弾くとパカパカと味気ない音のする皮膚でもって急によろわれ出した気がするのです。私の魂はどこか入り口はないかと、その人の体の周りを探し歩くようです。苦しく切ない稲妻がもぬけの私の体の中を駆け回り、ところどころ皮膚を徹して無理な放電をするから痛い泡粒が立ちます。戸惑った私の魂は時々その人の唇とか額とかに向かっても打ち当たっていくようです。アーク等に跳ね返される夜のセミのように、私の魂は滑り落ちてはにじむような声で泣くようです。私は苦しみに耐えかねて必死と両手を組み合わせ、わけのわからない愛願の言葉を口の中でつぶやきます。けれどもその人は相変わらず体をしゃんと立て、細い目の間から穏やかな瞳を私の胸に投げたまま、ほとんど音の聞こえぬ楽器を奏でています。私の魂は最後にその人の胸元に向かって牙を立てます。噛み破ります。ふと気がつくと、私は守備よくその人の中に飛び込めて、
川に溶け合ったようです。川はもう見えません。私自身が川になったのでしょうか。なんだか私にはたくましい力がみなぎり、野のどこへでも好き放題に流れていけそうです。明るくて強い匂いが突き上げるようなのです。もう私の考えには嫁入り苦労も追い先もないのです。今男の誰でもが私に触ったら、じりりと焼け失せて灰になりましょう。そのことを誰でも男たちに知らせたいです。だのにその人は元のまま静かに楽器を奏でています。ただ今度の私は大仏の中に入った見物人のようにその人を内側から眺めるだけです。楽器の音が初めて高く聞こえます。それは水のせせらぎのような楽しい音です。私はそこからまた再び元の自分に戻るのにはまた一苦労です。海山の寂しさを越えねばなりません。しかし私にとってこういう奇跡的な存在の人が世間では私の母の安い仕立て物のお得意様であって、現在製菓会社の下級社員で毎日ビスケットを市中に届けて歩き、月給金〇〇円の方であるとはどうにも合点がゆきませんです。